こんにちは、ミッキーです。今回は新施設特集。2023年10月、おしゃれな大人の街、自由が丘にまた新たな注目スポットがオープンしました。その名も自由が丘デュアオーネ。おしゃれな見た目の都市型ショッピングモールで手掛けているのはイオンモール。イオンモールというと、なんだ普通の商業施設かと思ってしまう人も多いかと思いますけれども、侮ることなかれ。日本全国から集まった注目の店舗が新業態として出店するお店が多数。まさにここだからこそ楽しめるフードやスイーツ、ドリンクが目白押しなので、今だからこそ楽しめる穴場スポットとしてぜひ参考にしてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、ここからは施設の概要をご紹介していきます。施設全体の特徴としましては、自由が丘の街と一体化した街角になることを目指した作りになっていまして、1階部分には街の交差点と位置づけていますウッドデッキを設置しておりまして、そこから2階のパサージュ、3階のテラス、屋上の原っぱまで屋外の階段を登って行けるようになっています。そんな広々とした空間になっているんですけども、施設の顔と位置づけている大階段は東京都の多摩産のヒノキを使っているということでございまして、そういった木材の質感も感じてほしいなというところです。こちらの施設はかつて同じ土地で約52年間営業を続けてきたスーパーマーケットピーコックストアでございまして、そんなピーコックストアもこちらの地下2階に出店しております。こちらは3階の様子になってるんですけども、残念ながら雨が降った後の様子になっていますので、ちょっと景色が良くないんですが、晴れてる日なんかにはとても景色が抜群かなといったところです。で、こちらが屋上の原っぱの様子になっていまして、今のところ特に何か特徴的な部分はなかったんですけども、今後何かの企画等で彩られていくのかもしれません。この後いくつかお店をご紹介していきますけども、3階のスペースや2階のスペースを使って購入した飲食物なんかを食べることもできますので、まさにコンセプト通り自由な街角として活用できるような商業施設でございます。さて、ここからはいくつか専門店をご紹介していきます。今回ご紹介するお店はカフェを中心に飲食店をご紹介していくんですけれども、今2階で映しております通り、ファッションブランドも入居しておりますし、インテリアや生活雑貨なんかも販売されていまして、まさにおしゃれな街、自由が丘らしさを感じることができますので、お食事の後にはそういった専門店等も確かめてほしいなと思います。さて、こちらは今回まず最初にご紹介しますグランディールというベーカリーショップでございます。グランディールは京都の老舗ベーカリーでございまして、創業した1989年以降、パンの激戦区でもある京都で今なお親しまれています。東京都内では3店舗目、全国で数えると10店舗目の出店となっていまして、ここ自由が丘の店舗ではわずかながらイートインスペースもございます。長年愛されてきた看板商品の黄金のメロンパンをはじめ、ベーグルやパニーニなど、とてもたくさんのメニューをラインナップしております。ベーグルはお店を入ってすぐにラインナップされておりまして、国産小麦を使用した小麦の甘い香りや味わいやもっちり感をお楽しみいただけますグランディール自慢の品。プレーンやショコラ、豚まん、小倉&きなこ、クランベリーとくるみ、明太子、チーズ、いちごとクリームチーズなどお惣菜系からスイーツ系のフレーバーを取り揃えていますので、悩んでしまいそうでございました。今ご紹介したベーグルなんですけども、店頭では美味しい食べ方なんかもご紹介していただきますし、季節のフレーバーもありまして、この日は栗がラインナップされていましたので、そういった部分も注目かなと思っています。続いて注目すべき品としてご紹介しますのは京食パンでございまして、ご自宅用にもぜひご購入いただきたい一品になっています。独自ブレンドの国産小麦を使用し、柔らかいだけではなくもっちりと引きのある日本人好みの食感に仕上げた食パンでございまして、ほのかに甘く絹のような口どけを楽しめます。そんな京食パンですけれども、塩麹とマスカルポーネチーズを隠し味に使用することによって生地や素材の美味しさを最大限に引き立てています。またカヌレも人気商品でございまして、表面はカリッと中は驚くほどしっとり、バニラ感とぬれ感を楽しめるようでございます。そんなカヌレにも隠し味にマスカルポーネチーズも入っていますので、少し違った魅力を感じられるかもしれません。
その中でもあえてピックアップしたいのが、こちらの今日生ちぎりパン。この日はほうじ茶生チョコの今日生ちぎりパンをいただきました。今日生ちぎりパンは先ほどご紹介しました人気の京食パンの生地を使用しておりまして、ほんのりと甘みを感じつつ、しっとりもっちりした味わいをちぎりながら一口サイズでいただけます。先ほど手で持った様子を映してたんですけども、ボリューム抜群なのも最高でございます。この日に他にいただきましたのは、燻製ベーコンのベーグル、ブリオッシュ栗ビスキュイサンドでございました。続いてご紹介しますのもベーカリーのお店。ただこちらは一味違ったクロワッサンの専門店でございます。その名もリストレット&クロワッサンラボラトリオでございます。こちらのお店はサンマルクホールディングスの新業態となるお店でございまして、こちら自由が丘の新施設に合わせて誕生しております。サンマルクと言いますと、ホテル並みのサービスと雰囲気、熱々焼きたてパンと美味しい料理、リーズナブルな価格のフルコース料理とピアノの生演奏を楽しめるレストランとして有名なんですけれども、もしかするとサンマルクカフェの方が馴染みがあるかもしれません。こちらの店舗ではクロワッサンを主役に据え、焼きたてのクロワッサンと本格的なカフェラテの豊かな香りを楽しめる空間を提供してくれています。ちなみに充電の席と Wi-Fi も充実していますので、実は作業用カフェとしてもおすすめかなと思っています。そんなこちらの店ではシグネチャークロワッサンがまずはおすすめ。北海道産の北の香りの全粒粉を含む3種の小麦、厳選したバターを使用し、豊かな香りを強く感じることができる一品です。こんな感じで店内で焼き上げている様子も見ることができまして、焼き上がってくるまで、そしてトッピングをされていく様子なんかも間近で見ることができます。またもちろん店内で焼き上げているため、いつでも焼きたてのサクサク食感が楽しめるところも魅力でございます。看板メニューはホットチョコレートにコーヒーを入れたショコララテ、クロワッサン、生クリームをセットにしたモカショコラショー、1580円と少々お値段しますけれども、クロワッサンをショコララテにディップしたりホイップをつけたりしながら自由に味わえるということでございます。私はこの日は注文しなかったんですけれども、インスタグラム等でたくさんの方が挙げていますので、ぜひそういったところを参考にしていただいて、1580円払ってでも試したいなという方に関しましては、ぜひとも試してほしいです。ちなみにちらっと今ご紹介しましたホットチョコレートもコロンビアを拠点とするチョコレートブランドカカオハンターズのチョコレートフレークを使用しているというこだわりっぷりです。加えてフレンチトースト&ソーセージエッグプレートといったお食事系のメニューもございますので、ランチにもご利用いただけます。クロワッサン自体も今映しております通り、イートインの場合にはこういったメニュー表で丁寧にその説明を見ることができますので、ぜひじっくりと確認していただいて注文するのがいいかなと思います。また先ほどからカフェラテやホットチョコレートをお勧めしているんですけども、実はアルコール類の提供なんかもございますので、そういったところも注目でございます。またこちら電子メニューを映しているんですけども、イブニングハイティーというセットでは紅茶とのペアリングを楽しめるようなメニューもございますし、そちらのメニューに関しましてはアフタヌーンティーっぽく楽しめるかなと思いましたので、ぜひともそちらも気になる方は注文してほしいです。またラテのメニューに関しましても、私が知っている範囲ではおそらくポール・バセットさんなんかで提供されていましたマジックという飲み方でいただくことができたりとか、あとはコーヒードリンク以外にもクラフトレモンソーダだったり、先ほどご紹介したアルコールの中にはワインだけではなくてハイボールやサワー、そしてビールなんかもございましたので、クロワッサンの楽しみ方をどんどん広げるような、そんなお店になっているのかなと思っています。さてそんなラインナップの中からこの日にいただきましたのはベリーのクロワッサンとスパイス香るチャイラテでございます。クロワッサンはどれも見た目から素敵だったので迷ってしまったんですけども、そんな中で選んだのがこちらのベリー。先ほどご紹介したシグネチャークロワッサンにベリーを添えて、甘すぎないようなメニューとしていただくことができました。そしておしゃれに提供いただけますチャイラテが個人的にはホットドリンクでおすすめでございます。もちろんテイクアウトでもご利用いただけるんですけども、個人的には店内で楽しむのがおすすめかなと思っています。続いてご紹介しますのはウィートウィートというお店でございます。こちらは下町のハウスメイドキッチンをコンセプトにしたイタリアンレストラン。店名に含まれるウィートは英語で小麦。We Eat Wheat と書いてウィートウィートさんは新鮮な小麦を使ったパスタやピザ、イタリア料理を楽しむことができます。
毎朝手打ちした10種類のパスタと15種類を超えるソースの組み合わせを楽しむことができ、そのレパートリーはなんと150通り。さらにパスタやソースは単品でも購入可能だということなので、気に入った場合はご自宅でも楽しむことができます。パスタはもちろんのこと、特注の窯で焼き上げた10種類のピッツァも大注目でございます。さらにワインはナチュールワインをはじめとした43種類の厳選されたリストから選べるということでございまして、本格的なイタリアンならここと太鼓判を押すことができます。こちらが先ほどご紹介しました特注の窯の様子です。こちらでピザを焼き上げています。店内の空間はご覧の通りおしゃれでありながらボタニカルな雰囲気。カジュアルでいて落ち着いた特別な空間にはオーナーさんこだわりのインテリアもありまして、中でも植物が入ったランプは希少でございました。さて、今映しております10種類のナンパスタに関しましては、座席に着いた際には全てお手元で確認することができます。お店の方々も注文方法を含めて丁寧に説明してくれますので、もし気になることなんかがありましたらお気軽に尋ねてほしいなと思います。この10種類のパスタの中には皆さんが馴染み深いものもあるかと思うんですけども、初めて見たなんていうパスタもあるかと思いますので、ぜひこの機会にじっくり勉強がてら眺めてほしいなといったところです。他にもたくさんの種類のメニューがございまして、先ほどご紹介しましたパスタやピザはもちろんのこと、デザートメニューも充実していました。個人的にはプリンやティラミスも気になりましたので、カフェ利用としてもまた訪れてみたいなと思いました。さて、パスタのこだわりを少しだけご紹介しますと、カプート小麦を 100% 使用しておりまして、人工的な酵素や添加物は一切加えていないこだわり素材とのことで、自分好みの一品をセレクトできるのは贅沢な部分かなと思っています。また、自家製ラザニア生地とナスのオーブン焼きに関しましては、インスタグラム等で確認した時に、見た目からも美味しそうな雰囲気が伝わってきましたので、そちらも個人的にはいいかなと思っています。さて、こちらが先ほどご紹介しました10種類のナンパスタを間近で眺めることができるサービスでございます。この10種類のパスタに加え、冒頭でご紹介しました15種類のソースを組み合わせることができますので、何度も訪れる中でお好みのメニューを探すことができるのかなといった印象でございます。さて、こちらはドリンクメニューでございます。ドリンクに関しましては、カクテルをはじめとしたアルコール類も充実していましたし、エスプレッソ系のドリンクを含むコーヒーメニューやハーブティーも充実していました。もちろん先ほどご紹介しましたワイン類に加えて、ビールやサワー、ウイスキー類もたくさんありました。その中、この日いただきましたのは、クラシカル生ハムビスマルクとブルーベリースムージーでございます。生ハムビスマルクは溢れるほどの生ハムがトッピングされたピザで、ピザ生地自体ももっちりとしたボリューミーな食感。一人でも十分満足でございますけれども、せっかくなら2人以上で訪れてパスタとピッツァを1つずつ頼むのがいいかもしれません。ちなみにこちらのピザやパスタに関しましては、ベーコンやエビ、生ハムや釜揚げシラス、イタリア産のオリーブやマッシュルーム、モッツァレラチーズなどのトッピングも可能でございますので、一度プレーンで味わっていただいた後は様々なトッピングを模索していただくというのも一つの楽しみ方かもしれません。さて、もう一つご紹介しますのがこちらのブルーベリースムージーです。ブルーベリースムージーは贅沢に果実感を感じられる一品。オーツミルクとフレッシュフルーツのみで作られるビーガンスムージーだということでございまして、ブルーベリーの他にはバナナやマンゴー&ドラゴンフルーツスムージーがありました。ランチタイムではアルコール類を飲めないという方も多いと思いますので、こういった選択肢があるのも嬉しい部分ですね。続いてご紹介しますのは、椿屋コーヒー系列の新ブランドとしてオープンした椿屋自由が丘。豊かな普通を提供する場でありたいという自由が丘デュアオーネのコンセプトを踏まえ、椿屋コーヒーが新ブランドを提案。ここ椿屋自由が丘では、日本文化の象徴してことに受け継がれる特有の美意識を守りながら、新たな椿屋コーヒーの創造をイメージしているようです。まず注目すべきは、サイフォン式で入れていただくことができますコーヒー。日本一のサイフォニストが入れるスペシャルティーコーヒーとしても名高く、オープン当日はジャパンサイフォニストチャンピオンシップ2023にて優勝に輝いたサイフォニストが抽出を行っていたとか、そんな入れ方についてもこだわりを追求する椿屋コーヒーさんならではの最高品質のコーヒーは必見でございます。より高品質なコーヒーを求め、国際資格であります旧アラビカグレーダーの有資格者が厳しく選別した上で、さらに 15% ほどを除外し、大粒で中身がぎっしり詰まった豆だけを厳選して自社焙煎するという徹底ぶりでございます。加えて注目してほしいのは、先ほどディスプレイしていましたケーキのメニューでございます。
ただいまご紹介しましたこだわりのコーヒーに加えて、皆さんが気になるケーキを注文していただいてペアリングすることが充実したカフェタイムのコツかなと思っています。そんな椿屋自由が丘さんですけれども、椿屋のあんみつも提供されていますので、コーヒーと和テイストの味わいのコラボレーションもそういったところから感じることができるかなと思います。また、開放感と特別感を演出した和モダンな店内も注目でございまして、和風なインテリアや木組みの内装、観葉植物も相まって上質な空間に広がっていました。さて、こちらコーヒーを入れていただいている様子ですね。サイフォンで抽出したコーヒーを目の前で入れてくれます。そんなコーヒーとともにこの日にいただきましたのは、多くの人を虜にした伝説のスイーツとも言われていますいちごのミルフィーユ。一切の妥協を許さない実力と経験を兼ね備えた一流のパティシエさんが銀座の名店の味をここ自由が丘でも完全に再現しています。そんなミルフィーユですけれども、作りたてを味わっていただきたいというパティシエさんの思いから12時以降に数量限定でご用意いただけます。香ばしいパイ生地、バニラビーンズが香るカスタードクリーム、甘酸っぱいいちごのハーモニーは至福の味わいになっていますので、ぜひこの機会にお試しください。椿屋コーヒーさんでは今の12月の季節にはクリスマスケーキの販売も行われていまして、特設サイトでは予約も行っています。12月15日までは予約で 10% オフにもなるようでございましたので、ぜひこの機会に確認していただいて注文するのがいいかなと思いました。さらにこちらの店舗限定で季節野菜と70品目のサラダプレートの提供もありましたので、ランチとしても利用できるかなと思いました。続いてご紹介しますのは一花坊さんでございます。フルーツ文化創造企業を掲げます株式会社青木商店。そんな青木商店さんが100周年を迎える今年に手掛ける新業態としてオープンしたのがこちらの一花坊さんでございます。テーマは一花一会。その季節に最もおすすめのフルーツと出会える店舗でございまして、旬の果物一つに特化したフルーツとフルーツジュース、そしてスイーツを提供してくれます。もちろんここ自由が丘は1号店。青木商店が大切にするフルーツを通して人々の心と体を豊かにを信条に、全国で184店舗を有する果汁工房カリンなどを手掛けてきたノウハウも生かしつつ、フルーツの品種を踏まえたメニュー作りも見どころでございます。店頭には現在使われているフルーツの説明書きも丁寧にされており、見ているだけでフルーツへの理解も深まります。この日訪れた際はブドウにスポットが当たっていましたけれども、12月にはイチゴへとメニューも変わるようでございます。すでにインスタグラムでは情報が公開されておりまして、オリジナル新品種の青はるか、七つ石とちおとめ、人気品種あまおうの3種類を使ったメニューが紹介されていますので、ぜひ確認してみて訪れてほしいです。小麦、コーヒー、フルーツときまして、今度は抹茶の専門店。こちらは東京、神奈川、埼玉、兵庫に16店舗を展開しておりますオーガニックの抹茶ドリンク、スイーツ専門店の108抹茶サローさんです。まだ抹茶スイーツ専門店といえば京都というイメージが濃かった2013年に北海道旭川で1号店をオープンしてから続々と規模を拡大しているお店です。抹茶のスイーツは人気なのになぜ専門店が身近にないのか、そんな疑問をきっかけにお茶のプロ、スイーツのプロ、デザインのプロなどが集まってできた108抹茶サローも今では世界4カ国で抹茶の良さを伝えているとのこと。コンセプトは美味しいお茶のお服分け。抹茶の美味しさはもちろんのこと、文化的背景や新しい抹茶の楽しみ方がお子様から若い方、そしてお年寄りにまで伝わっていくことを願って提供しています。抹茶は茶葉を丸ごと食すということを踏まえまして、安全安心を考えて生産が難しい希少なオーガニックにこだわっているのも注目ポイント。抹茶の難点であった残留農薬の問題を解決し、健康志向を追求し続けているお店です。純粋なお抹茶はもちろんのこと、抹茶ラテやほうじ茶ラテ、そして抹茶スイーツとしましてはソフトクリームやパフェ、シェイクに加えてこの日にいただいたこちらの抹茶モンブランや今川焼きなど魅力たっぷりでございます。中でも今川焼きに関しましては、店舗でオリジナルの粉に抹茶を練り込んで生地を作り、丁寧に焼き上げているということでございますので、大人気のメニューでございます。そんな今川焼きは、あんに関しましても定番の商品と季節のあんの計6種類を販売しておりまして、この日も季節の栗あんでいただくことができました。
テイクアウトという用途では一番買いやすいかなと思いますので、ご自宅用にも購入してほしいです。さて、最後にご紹介しますのは、梅田チーズラボ、そしてかりんとでございます。店名の通り、大阪梅田で誕生しました新感覚スイーツのお店が東京に上陸。マツコの知らない世界でも紹介された話題のお店、梅田チーズラボですけれども、ここ自由が丘では常識にとらわれない自由な発想から生まれたかりんとを併設する形でオープンしています。まず映していますのがかりんとの様子でございまして、かりんとうとスイーツをお届けするというコンセプトのもと、大正ロマンをイメージした思わず手に取りたくなるような可愛らしい動物たちのパッケージで自由で魅力的なかりんとうスイーツをいただくことができます。そしてこちらに映していますのが梅田チーズラボの商品。後でご紹介しますけれども、この日は一番の大人気商品でございます飲めるチーズケーキを注文しています。その名の通り、個性的な容器にストローを刺し飲むことができます新感覚スイーツになっていまして、文字通りチーズケーキを飲む感覚でいただくことができました。そしてチーズスイーツ専門店と銘打っているだけありまして、飲めるチーズケーキ以外も大注目。今下に映っています四角い形をしたチーズ製品は、カマンベール、ゴルゴンゾーラ、パルメザン、ゴーダ、マスカルポーネ、チェダーと6種類も用意されていますスプーンで食べるチーズケーキ。他にもパイ生地にパルメザンソースを振りかけてパリッと焼き上げましたパイで包まれたチーズケーキも大注目です。さて、こちらはこの日にいただきましたかりんとのカシス、そして飲めるチーズケーキでございます。飲めるチーズケーキは先ほどご紹介しました通り、まさにチーズケーキを飲んでいるような味わい。このパッケージもとても可愛らしいです。そしてもう一個購入しましたかりんとうに関しましては、甘酸っぱいフルーツのかりんとうはもちろんのこと、他にもかりんとボールやかりんとうのタルト生地を使ったかりんとフロマージュ、ケーキやクリームサンドなどかりんとうの可能性を広げてくれる数々のメニューがございましたので、ぜひともそちらも購入してみてほしいです。また手を汚さず一口サイズでいただくことができますので、お仕事のお供としてもおすすめなのかなと思いました。以上、今回は自由が丘の新施設をご紹介しました。その名も自由が丘デュアオーネ。今回ご紹介しました通り、京都発のベーカリーや札幌発の抹茶専門店、そして最後ご紹介しました大阪発のチーズスイーツ専門店など、様々な注目店舗がこの新施設に合わせてオープンしております。私自身もそうでしたけれども、この季節に来たからこそ知ることができたお店も多かったかなと思いますので、ぜひとも一度足を運んでいただいて、その魅力にも触れてほしいなと思います。また冒頭でもご紹介しましたけれども、飲食店の他にも様々なアパレルショップや雑貨屋さん、そしてインテリアのお店なんかもありましたので、それらを眺めていただくことで自由が丘デュアオーネをさらに楽しむことができるかなと思っています。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。